はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。本日はですね、バンクーバーに来て1週間が経ちまして、いろいろな経験をね、1週間でもしたので、その経験の中で、出会った変な人についてお話ししたいと思います。はい。私はね、このポッドキャストでも何度か話してるんですけど、変な人を見つけるのが得意なのか、好きなのかわからないんですけど、変な人にたまに会うんですよね。でやっぱりカナダって自由な人が多くてね、日本より。やっぱり自由な人多いんですよ、すごく。周りのルールにとらわれない方という方がね、いっぱいいるんですよね。はい。そちらについて今日はお話ししていきたいと思います。まず、一つ目というか、これはもう今日遭遇した方、カップルなんですけれども、私がバスに乗ってたんですよ。私は普通に座ってたんですね、窓側の方に。で、バンクーバーのバスってだいたい2席隣同士で、また2席隣同士、また2席隣同士みたいな感じ。2つの席がこう、並んでるような感じなんですよ。で、私はその2つの席の窓側に乗っていて、その隣が空いてたんですね。別に誰が座っても別にいいと思うんですよ。はい。で、そしたら、カップルがね、乗ってきたんですよね。どこの国の方かは知りませんけれど、カナダ人なのかそうじゃないのかもわかりませんけれども、カップルなんですよ。で、男の人がね、まず座ったの。私の隣にね。で、他の席も、ちょっと空いてるところがあったから、彼女は別の席に座るのかなって思ったの。かなって思ったんだけど、なぜかその彼女は、彼と私の間に座ってきたの。って感じなのね。だって2つ席があって、2つしかないんだよ。で、1個に私が座ってるんだけど、なぜか彼女がその間に座ってきたのね。いや、足し算ができないの。2つの席があります。何人座れますか？ 2 人ですよね。なんで3人座るんでしょうか？みたいなね。はい。で、膝の上とかだったらまだわかるんだよ、彼氏の。彼氏の膝の上とかに座るんだったら別にいいんだけど、思いっきり私の方に寄ってきて、嘘でしょみたいな。だから、私、彼女、その彼、で、二人の席をなぜか三人でシェアするという事件。で、私も、と思って、びっくりして、もう私、あれですよね、もう、普通に座ってたんだけど、もう膝と足をこう組んで、もう狭みたいな、潰されてるんですよね、窓側にペタって。で、もう、コロナの世の中じゃないですか、今。で、カナダはソーシャルディスタンスとかあんまないんですけど、その、もう、その彼女と肌がもう半分べったり私とくっついてて、夏なのよ。今日暑くて。もうね、コロナとか関係なしに気持ち悪くて、女の子でも私は嫌だと思って、こんなにべったりくっついてるの。で、なんかこう、お尻を私の方にこう、ブーって向けて、もうなぜか3人で一緒に座るという。嘘でしょと思って、後ろの席空いてんのに。で、パッて後ろ見て、私もう出れないんですよ、その彼らがいるので。で、あと、ちょっとで着くし、いいやと思って我慢して、後ろのね、席に座ってる、おばちゃんと目があって、そのおばちゃんがめっちゃ私に向いて、なんかかわいそうにっていう顔をしながらどんまいみたいな顔をされました。はい。変な人いるね、と思って。はい。次はね、変な人というか、変な人なんですけど、なんか、上半身裸の男の人がいて、普通に歩いてて、その上半身裸の人が。男性で大人の人ですよ、大人の人。胸に、アイアンマンの、トニー・スタークの心臓みたいな。なんて言うんだっけ、あれ。なんとかかんとか、丸いやつ。の、多分、おもちゃ、多分とか絶対おもちゃだろうけど、を胸につけて歩いてる人がいました。
確認なんだけどさ、あの、トニー・スタークがつけてるなんかキラキラしてる心臓みたいなやつ、あれって、あれをつけて生きてるのってトニー・スタークだけだよね。確認ですけど。確認ですけど。ね。あれ実際の人間がつけて、生きれるもんじゃないですよね、あれね。ね。まあ、彼はね、気分はアイアンマンなのかなっていう感じでしたけど、まあ、胸がね、キラキラしてました。はい。っていう人もいました。まあ、そんな感じ。で、まあ、最後は、まあ、これはね、変な人というか、まあ、これはちょっとシリアスな話になるんですけど、カナダのドラッグ問題に関わる話で、私が住んでるところは、バーナビーっていう住宅街で結構治安がいいところなんですよ。でも、ダウンタウンに行くと、かなりホームレスの人がいるんですね。びっくりするぐらいいる。で、道の、そのお店の横のところは、もう、臭いのよ、すごく。なんていうの、おしっこの匂いとか、すっごいするのよ。うん。ね。で、そこに、その、ホームレスの人たちがすごい座ってるみたいな感じ。で、まあ、完全に注射打ってんだよね。もう注射打ってんのよ、完全に。あ、打ってるみたいな。普通に今打ってますよねみたいな感じの人とかいて、もう、壁にこうやって、なんだろう、壁に手をついて壁とこうお話ししてる人とか、座ってもう床になんか顔つけてるかぐらいの勢いで、こう、なんか喋ってたり、なんかこう、なんかそういうモードに入っちゃってる人とか、あとは、反対側の歩道歩道と車の車道があって、歩道があって、反対側の歩道の人に、めちゃくちゃブチ切れてる人とか、もう完全にドラッグ中毒になってるホームレスの人っていうのがめっちゃ多いっていう感じですね。7年前に来た時もめっちゃ多かったけど、増えてる気がする。7年前より私はひどい気がするなと思った。特にダウンタウンの方が。うん。で、マリファナの匂いも強烈です。はい。7年前は違法だったんだよね、一応。カナダで。でも7年前もかなり、バスの中とか、ダウンタウンを歩いてると、マリファナの匂いが結構きつかったんだけど、今、もっときつくなりました。はい。まあ、マリファナとドラッグはかなり違うんですけど、2018年かなに、カナダは合法になったんですよ、マリファナが。はい。で、だから多分マリファナを吸う人も増えるし、やっぱりマリファナを吸うことによって、ドラッグにつながる人も多分いると思うんですよね、私的に。だから増えてんのかな。あとまだコロナがあって、不景気で精神的にも、こう、おかしくなっちゃった人とかも多分増えてるっていうのが原因だと思います。で、ちょっと調べたんですけど、ブリティッシュコロンビア州、まあ、BC 州って言われてるバンクーパーがあるところは、2021年薬物中毒による死者が、2224人いたらしいです。BC 州だけですよ。カナダ全体じゃなくてね。はい。で、だから1日平均で6人ぐらいが、薬物で亡くなってるらしいです。やばいですね。で、2020年は1767人だったんだって。だからめっちゃ上がってる。26%増加らしいです。で、過去7年間では400%増えてる。ドラッグの、死亡者が。やばいと思いますね、これ。うーん。まあ、なんでっていう話は、まあ、わからないんですけど、まあ、お金がないとか、まあ、家族と仲が悪いとか、いろんな理由で一人になってしまった方が、薬物にたどり着いてるんだと思います。はい。で、まあ、そのバンクーバー、カナダとかでよく使われているドラッグっていうのは、まあ、アメリカとかもいろんなところで一緒だと思うんですけど、麻酔薬とかに使われる、鎮痛剤として使われている、オピオイドという薬があるらしいんですよね。痛みを和らげる薬。はい。これの中の一つの種類のフェンタニル。
というものが多く使われているらしいです。主にこのフェンタニル、初めて聞いたんだけど、フェンタニルという薬物を使っている方が多いらしいですよ。やっぱり医療で使われているので、手に入りやすいっぽいんですよね。はい。結構衝撃ですね。日本では確かに薬物の事件はありますけど、道のところになんかいるとかは絶対ないですね。これはね、カナダの闇だと思いましたね。はい。皆さんはどう思いますか？はい。そんな感じで、今日は、カナダであった変な人と、カナダのドラッグ事情のお話でした。はい。今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。今日、後半はね、結構、シリアスで結構難しめなお話になったので、ぜひトランスクリプトを見てください。私はまだね、カナダに来て1週間ぐらいなので、詳しくは知らないんですけど、7年前と比較して、ちょっとひどくなっているというふうに感じたという話ですね。はい、そんな感じで、私の Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube ライブをしようと思います。ちょっとね、時間が微妙なんですけど、インスタか、YouTube の方でアナウンスすると思うので、ぜひチェックしてください。以上かな。あと、Patreon、こちらの、メンバーを募集しております。私のボーナスポッドキャストを聞けたりとか、ブログを見れたりします。はい、お願いします。以上かな。はい。じゃあ今日はこんな感じで、また次回。さようなら。